こんにちは、小島漁師浜湯です。今日はですね、こちらこの砂浜に潜むカニを取って罠を仕掛けたいと思います。で、前にサブチャンネルでこのカニは取ってるので、もし興味があったらどうぞ。それじゃあスコップを用意してカニを取っていきます。レッツゴー。はい、じゃあ早速砂ガニ掘っていきます。で、砂ガニはですね、こういう穴を掘ってこの奥深くに生息しています。で、やみくもに掘ってもわからなくなるので、こういう棒をね放り込んで、結構深いです。抜いてみるとこれだけの深さ掘ってます。これを入れて、でこちらのスコップでこの上の方を掘っていきます。木に沿って掘っていく。木の根元まで来たら一気にここ掘って、でこの中に入ってるかですね。いない時もあります。でこれが砂団子ですね。砂ガニはですね、餌を食べた後にできる団子。つかめないです。ほんで穴はあるんですけど、もう浅いやつは絶対中には入ってません。多分途中で掘るのをやめるのか何なのか分かんないですけど、その場所が気に食わなかったんでしょうね。これ浅いけどなんかいそうだ。いなかった。朝散歩するお年寄りがこけないように蓋は閉じておきます。こういうですね、いっぱい掘った跡があるとこは絶対深いんですよ。ほら深い。じゃあ掘っていこう。でこいつら警戒心がめちゃくちゃ強くてですね、夜はそうでもないんですけど、昼だったらね、数十メートル離れたとこから人間の足音がすると、もうそれだけで逃げるんですよ。いないな。もう普通に掘っちゃおう。今までの経験上ね、大概こう斜めに入ってる。でちょっと気持ち奥めに掘ってあげる。痛い。ほら痛い。で砂ガニはですね、カニ類でもトップクラスの速さを持っていて、人間の小走りぐらいで走ると言われてます。でそんなに速くない。よいしょ。で特徴としては片方の爪がでかいです。ちょっと挟まれてみましょう。おー。でこいつはね、普通目が赤色とかオレンジ色なんですけど、警戒した時だけ目が黒くなるんですよ。で今ね、足を自分で切りました。これはね、トカゲの尻尾切りと一緒で、自分でこのように足を取って、でこれを他の生物が食べてる間に、この子がねシャーッと逃げるわけですね。よいしょ。頼む、離せお願いだ。置いてあげるから離してくれ。はいだ。サブチャンネルでこれあげた時すごい美味しかったです。とりあえず捕獲成功。よし、じゃあどんどん取っていこう。妹が来た。だが無視。これはでかいぞ。どんな大物が潜んでるんだ。ほらでかい。よし、でかいね。いいカニだ。はい、捕獲と。よいしょ。オッケー。はい、じゃあ帰ってきました。でこれだけの可愛いカニが取れました。はい、じゃあ罠を仕掛けに出港していきます。はい、じゃあエンジンかけて、出港です。それならばいっそ咲かせてみよう。はい、じゃあ到着。ちょっと風が強いです。それじゃあいつもの穴子かごにカニを入れていきます。早いな、さすがカニ界でもトップクラスと言われる速さ。はい、じゃあ蓋をして、よし、じゃあこちらの黒ひもをここにくくって、完璧で端もくくって、これで OK。 はい、じゃあここらに入れます。じゃあ行きます。タコが入るか、アナゴももしかしたら入るかもしれないです。アナゴも肉食なんで、甲殻類もしかしたら食えるかもわかんないですけど。じゃあ帰って明日繰り来ます。で帰ってきて、次は釣りです。で掘る時に潰れてしまったカニがいるので、まともな針がなかったので、このタチウオ針に刺します。こんな感じで、これ垂らします。浜
湯の海苔、今年も好評発売中。小豆島の綺麗な海で大切に育てられた海苔、今年も美味しくできました。浜湯。海苔に合うおかずを用意して、炊きたてのご飯に具材をのせて海苔で巻けば思わずこの笑顔。焼き海苔は手巻き寿司にしても最高だし、おにぎりにしても最高です。海苔のある美味しい食卓いかがでしょうか。贈答品にもごっついパワー。何これ何これ、ごっついパワーやで。何やろ、コブダイか。ごっついパワーや。卵いりますか？コブダイ食っとる。でかっ。マジで釣れた。マジでコブダイ釣れた。よいしょ。でっかコブダイ釣り上げた。よう超えてるわ。パンパンのいいコブダイです。食っちゃいましょう。めっちゃいい。食べましょう。はい、じゃあさっきのコブダイ締めましたんで、次エラ取っていきます。何して食べようかな。コブダイはね、このでっかい口で港周りの牡蠣とかね、もう丸ごとボリボリ食べるんですよ。だからカニもね、やっぱ食うんですね。全然気にせず食べるんでしょうね。お腹の中、お腹の中卵だ。なんかいっぱい腫れてるなと思ったら、うわ、そうそう、コブダイはね、この奥にもね、歯を持ってるんですよ。これですりつぶすんですよ、いろんなもんとかを。だからここが硬い。なんだか取れた。ついでに針も取れました。見てほら、カニをもう粉々ですよ。奥の歯で粉砕したんでしょうね。そら何でも牡蠣の殻から何から全部食えますわ。じゃあ胃袋の中何食ってるか見ましょう。ほら、もう土とか牡蠣とか関係なしに食ってますね。これを消化できるんだからすごいです。じゃあこれを穴子かご食った後に一緒になんかと調理します。よろしく。はい、じゃあ夜になったんで栗に来ました。果たして何か入っているのか。じゃあ揚げていきます。揚げていくといっても1個ですけど、何か入ってるか。軽いな。何も入ってないわ。でも食われてる。何も入ってないんですけど、中身しっかり食われてます。でこういう時は大概網の目が破れてて、なんかタコが入ってた痕跡とか、ほら絶対タコ入ってた。これほら、めっちゃ大穴開いてますもん。カニが食われて穴が開いてるということは絶対タコが入ってました。いやー、これは悔しいですね。ただ砂ガニでタコが入るっていうことが証明されたんで、それは良かったかなと思います。残念。帰りましょう。はい、というわけで帰ってきました。残念ながらカゴでタコは取れなかったんですけど、こちらまさかの見事なコブダイが釣れました。でコブダイって個体によってはめちゃくちゃうまいんですよ。で今日はこのコブダイを天丼にしていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。じゃあさばいていきます。まずこう頭のとこ斜めに入れて、鴨まで入れていって、で返して下側も同じようにいきます。でタイと一緒でパワーで折ります。パワー。折れない。コブダイ硬すぎ、折れないんで包丁で折ります。よし。OK。じゃあでっかい顔が取れました。でコブダイは始性成熟といって、生まれた時は全部メスなんですけど、群れの中でね一番強くなる個体だけがコブが出てきてオスになります。最強だぜ。じゃあさばいていきます。ちなみにコブダイのコブなんですけど、あれ何が入ってんのって思うじゃないですか。あれはね、脂肪が入ってて、言ったらラクダと同じイメージですよね。で返して、でこの間びっくりしたのが、マサルさんから LINE が来て、東京行ってたらしいんですよ、マサルさんで。見たらコブダイがね、東京のデパートで1個1万円で売られてました。すごくないですか。で分かる人にはうまいのが分かるんですよ。で多分これ硬いから無理。いきます。いけたけど骨かけそう。骨じゃないわ、包丁ですね。はい、こんな感じ。身はめちゃくちゃ綺麗でうまそうです。じゃあ腹骨取っていきます。逆さ包丁入れて、で何していく。腹骨に沿って包丁を横にアイロンタイムしていく。いい OK。ブヨブヨです。身はただ背びれが油っぽいのがずっと乗っていて、めっちゃうまそうです。でなんか磯臭そうなイメージあるじゃないですか。全然臭くないです。ちょっとね、コブダイ臭はちょっとするかなって感じです。で次血合い骨取っていきます。
この包丁の入り方はめちゃくちゃうまい魚の入り方です。なんかイシダイとかそっち系ですね。そしたらピロ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 で、コブダイの鱗を皮引きで引けば結構ね、皮ちゃんと引けるんです。柔らかくなるんですけど、もう普通に剥げただけなんで皮は剥いていきます。端コシコシしてシコシコですね、失礼しました。で引っ張って剥いていきます。非常に皮は引きやすいです。でこんな感じ、超綺麗で、もう一個もシコシコ入れて、で奥まで入ったらスースーって繰り返しです。皮を逆方向に引っ張るイメージ。ほんで端まで行ったら奥にシュッて、でこんな感じ。わあ、ほんまにイシダイみたい。じゃあせっかくなんで一切れ刺身にしてちょっと食ってみましょう。うわ、口に入れた瞬間うまい魚の味がする。でもちょっと臭いですね。ほんと気持ちいい。でもめちゃくちゃうまいです。本当に超高級魚の味わいですね。見た目はあれですけど。で天ぷら用に切って、若干僕匂い気になるんで、これにこれ入れて、でここに酒、塩で水を加えます。これでしばらく置いて塩水処理です。多少臭み抜けるでしょう。はい、じゃあ臭み抜きが終わって水気も取ったら打ち粉して、でまぶして、じゃあ油もぬくもってきたらコブダイつけて、で揚げていきます。いやこれめちゃくちゃいい香りがして絶対うまいです。身質も最高でしたからね。じゃあうまく揚がりましたんで揚げていきます。揚がった魚を揚げていく、よいしょ。揚がった魚を揚げていく、よいしょ。はい、というわけで揚がりましたら米ついでいきます。炊きたての米ついで、米ってすごいよね。ラーメンやパンは毎日食いたいと思わんけど、米は毎日食いたいですもん。まあ人それぞれですね。僕は米が大好き。よし、そしたらここにこちらですね、前の煮付けで作ったタレ、いったら半分煮こごりみたいになってるやつ、植栽の層までもあったんですけど、こういうのを置いておきます。じゃあ米の熱で溶けるよと混ぜとこう。うまそう。いやたまんねえ。でここに揚げたてのコブダイの天ぷら並べていきます。贅沢で、また煮詰めをかけます。で最後にごまを散らせば、ネギが欲しかったんですけど冷凍しかないので今回はこれでいきます。はい、というわけで完成しました。砂ガニで釣ったコブダイの天ぷら、めちゃくちゃうまそうです。はい、じゃあせっかくなんで外で食います。でお酒が飲みたいんですけどね、ちょっと置き行かないといけないんでお酒は控えます。脇道。はい、それじゃあ小通り。はい、それじゃあいただきます。いやめちゃくちゃうまそうですよ。ふわふわ、めちゃくちゃうまそう。いざ僕うまっ、めちゃくちゃうまいです。身はふわふわで油がすごい。何よりこの煮詰めのタレにめちゃくちゃ合います。臭み抜きの時間が短かったんで若干の磯臭さはありますけど、それを有り余る超えてくるほどの旨味と油がすごい押し寄せてきます。でそこのアクセントにこのごまがよく合います。で今回港中で釣ったやつなんですけど、前沖の方で採れた小さなコブダイ食べた時は全然臭くなかったんで、食べてるものによるんだと思います。要は個体差ですよね。でもそれは見分けられないですよね。でもうまいですよ。もうちょっとしっかり処理したら全く臭みないと思うし、ほんと身自体は超高級魚です。はい、それじゃああとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆様いかがだったでしょうか。砂ガニを取ってそれを罠を仕掛けたりね、鳩中でコブダイを釣るとか、もう体験含めてすごい楽しい時間を過ごせました。でコブダイも本当に美味しい、時期にもよるんでしょうけど美味しいと思うので、ぜひ皆さん興味のある方は食べてみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。